はい、皆さんこんにちは、カザクです。クリスマスへのサプライズの部屋作りが完了したので、そちらを見ていきたいなと思います。完成した部屋については市長の建物から見れるんですが、今回で4つ目ですね。1つ目は市長のオフィスで、2つ目が市長の素敵なバンガローで、3つ目がエマのお城、4つ目が今回のサンタの工房になってます。はい、そしたら早速見ていきたいと思います。さあ行くぞ。はい、こういったように僕の方でも部屋の方完成しました。でまだスノーライドの方をやってる方もいると思うので、改めてポイントの方を2つお伝えしたいんですけども、今回のイベント期間は10日ほどあって結構期間が長いので、ポイント2つですね。1つ目は、無理にアイテムは取りに行かないっていうところです。先ほどもあった通りイベント期間が長いので、無理にアイテムを取りに行かずとも、イベントの必要ポイントには達します。これはヘルメット、あとは2倍のチケット、あとは雪とかもそうですね。で2つ目はこれが大事なんですけど、コンティニューの時のチケットは使わないっていうところですね。これも同様に期間があるので、チケットを使わずとも、最後のポイント数まで達することができます。よろしく頼む。はい、で最後にもう一つ、まだ部屋を完成させてない方向けに重要なポイントがあるんですけど、今僕の方では部屋の方をもう完成させてしまってるので、スノーライドの方はもうチャレンジできません。おそらく勘がいい方は気づいてると思うんですけど、最終報酬を獲得する前にストップするっていうのが一番いいです。僕は動画用でもう完成させてしまってるんですけど、最後まで行ってない方に関してはイベント期間中はスノーライドの方をできるようにした方がいいです。これは理由がありまして、一つは、スノーライド中に取れるアイテムですね。工場生産できるアイテムが出てくるので、これが無料で取れるというところ。そして2つ目が、部屋作りが完成すると集めたチケットがコインに変換されます。なので途中でやめてしまうとコインが少ない状態で変換されてしまうんですね。イベント期間中最後までスノーライドをしっかりして、チケットをコインに換金した方が、最終的なコインは周りの方より多くなるかと。部屋の方をまだ完成させてない方は、スノーライドの方をイベント期間中最後まで続けていただきたいなと思ってます。はい、そして今回やっていきたいのが、部屋のパターンですね。一つ一つの装飾アイテムを見ていくと、こういったように、3通りまたは2通りに分かれているので、一番左の装飾を選ぶパターンを1、真ん中の装飾を選ぶパターンを2、右の装飾品を選ぶパターンを3として、3パターンの部屋を今から作っていきたいなと思います。そしたら早速1つ目の部屋作っていきましょう。はい、1つ目の部屋が完成しました。1つ目の部屋はこういった形で、結構後ろが、青を基調として、あとは壁の色、そして、前の方が緑を基調としたような部屋ですね。前と後ろの部屋の色を分けているっていうところと、色合い的に、冬とサンタを連想させるような形の部屋で結構いいかなと思います。そしたら、引き続き2つ目の部屋行ってみましょう。はい、2つ目の部屋が完成しました。2つ目の部屋の印象としては、1つ目の部屋と比べて結構明るめっていうのと、ペンとかクリスマスツリーを見てもらったら、遊び心があるような部屋になってますね。子供向けが良さそうな部屋になってます。はい、そしたら3つ目の部屋行ってみましょう。はい、3つ目の部屋はこういった形ですね。印象としては後ろの出口、あとは暖炉が結構緑を、あとマットですね、緑を基調としたような部屋なんですけど、後ろの壁紙、椅子を見てもらったら分かるんですけど、アクセントで青を入れてるので、結構落ち着いた、おじいさんが住んでそうな部屋ですね。かなりいいかと思います。はい、そしたら最後に僕好みの部屋を1つ作っていきたいなと思います。まずは窓ですね。窓はいろんな形があるんですが、この真ん中ですかね、おしゃれなのは。そして床ですね。床は結構明るめの床にしたいので、この真ん中ですかね。そして下の床も明るめ、一番右ですね。結構階段で部屋の雰囲気変わるんですけど、個人的にはこの真ん中のしっかりした階段がいいですね。そして続いてはカーテン。
カーテンこれ個人的にはあんまりいい色がなかったんですけど、強いて言うんであれば、この少し紫系のカーテンにします。そして、次壁ですね。壁は、明るめなのでこの黄色の壁、そして壁の下側、この真ん中ですかね、明るめの雰囲気が結構出るのでこれにします。そして、上の台車ですね。これは迷いますけど、ちょっとフィーリングでこれですかね。そして、サンタの椅子ですね。かかってるのがサンタの服が赤なので、ここは赤い椅子にしたいところなんですけど、緑の椅子にします。で、小さい下の椅子も統一ですね。続いて、マットですね。マットで結構印象変わるんですけど、やっぱりこのクリスマスツリーのマットが一番良さそうですね。そして、クリスマスツリーは何にしましょうか。これはもう完全に王道のクリスマスツリーですね。この輝いている。そして、続いては暖炉ですね。暖炉は結構気に入ってるのがあって、この赤いのが気に入ってますね。そして上の方も赤で統一します。で、暖炉の上に乗っている装飾品はこれはどれもいいんですよね。赤で統一したいので、この左の装飾品でいきます。そして上の装飾品ですね。初めこの装飾品が良かったんですけど、ちょっと可愛すぎるので、左のこの赤を基調とした装飾品にします。そして、レコードですね。レコードはこれですかね、やっぱり。赤と金が結構マッチしてるので。少しはできそうです。そしてその後に下の机ですが、暖かい印象にしたいのでこちらにします。やるじゃないか。そして上に乗ってるものですね。これですかね。なんかたくさんメッセージが届いているっていう、おじさんでありたいのでこれにします。そしてランプですね。ランプは真ん中はあんまりなので、これかこれ、こちらにしますね。そして、後ろの出口ですが、一番高級感があるのがこれかな。それかこれ。ただ赤で統一したいのでこの入り口にします。そしてベルトコンベアですね。ベルトコンベアですね。個人的にこのベルトコンベアが一番好きなので、もうこれ一択ですね。そして上に置いてあるプレゼントですが、一番左はなんかしょぼい感じがするので、真ん中か一番右、一番右はちょっと可愛すぎるので、真ん中にします。はい、ということで、今回装飾品30個でこういったような部屋が完成しました。結構いい部屋ができたんじゃないでしょうか。ここのボタンを押すとなんか色鉛筆で塗ったような画像に変わりますね。ただこれはあれですね、今僕が選んでる部屋と違いますね。はい、ということで、今回も無事に、素敵な部屋が完成することができました。皆さんも素敵な部屋ができたでしょうか。まだスノーライドの方が終わってない方はぜひ感想していただけたらなと思ってます。はい、そしたら、本日の動画は以上になります。ご視聴ありがとうございました。また次回の動画でお会いしましょう。バイバイ。